あの女に近づくな。誰だよ。稚語はいかんぞ。終わったら答案用紙を提出してさっさと退出。綾部文夫というのか。他人の答案を盗み見すんなよな。2年生か。道理で苔が生えてるわけだ。ほっといてください。これが一目惚れというやつか。昨日試験場で見た1年生の女の子、その何とも言えない美しさがしっかりインプットされ忘れられなくなった。あ？なぜ2年の俺が1年生の試験場にいたかって恥ずかしながら去年単位を落としちまった科目の追試を受けてたってわけで。それにしてもあの花みたいな光、何だったんだろう。よし。いや、今日試験あんのか？いや、明日のプレパ。へえ、熱心だな。下宿は暑くってな。研究室ならクーラー効いてるだろ。言えてる。あれ、あの野郎。おい、なんだ、君か。初対面の先輩を捕まえて君かはねえだろ。俺だってこの上大文学研究室の部員なんだぜ。あんまり顔出してねえけどよ。まあいいや、ちょっと屋上まで付き合えよ。一体こんなところに呼び出して何の用があるんです？初対面の後輩に。初対面でもねえやな。昨日の試験場で会っている。だろ？俺よ、去年落としちまってよ、あの科目。僕はそろそろ。綾部文夫のことを教えてくれないか？え？あの女に近づくなか。どういう意味だよ。俺は見たんだよ。お前にもあれが見えるんだろ？あれって？とぼけんなよ。綾部文夫の体を包んでいた光のことさ。花みたいだったな。他の奴らには見えないらしいがね。花？その通り。あれは花に違いない。けれどあれはただの花じゃない。うどんげの花、死を呼ぶ花さ。よ、身分。久しぶり。身分？あんたのせいは身分っていうのか？そうだよ。それがどうかしたか？偶然か。それにしてもひどい偶然だな。なんだって？いいか、これだけは言っておく。綾部文夫には絶対に近づくな。これはあんたのためを思って忠告しとくんだぜ。なんだ、三角関係のもつれか？綾部文夫ね、新入部員の中でもあれはいい女だからね。目をつけてる連中も多いらしいよ。知ってんのか？何言ってんだよ。同じ研究室の後輩じゃねえか。あ、そうか。お前はバイトと麻雀のテレコであんまり学校へ顔出さねえもんな。知らねえか。あの二人な、郷里が同じなんだぜ。奈良市内の同じ高校を出ている。らしいな。新入生の名簿作りをやらされたのは俺だぜ。お前が手伝わねえからよ。誰？氷室さんね。あなた一体どういうわけ？こそこそと私をつけ回して。嫌だわ。高校時代からずっとよ。私が上京すれば追うように同じ大学を選び、同じ研究室に入ってくるなんてしつこいわよ。僕知ってるぞ。あら、何をよ。あなたは僕の兄貴を殺した。
悪い冗談はやめてよ。それじゃまるで私は殺人鬼じゃないの。あのことはもうちゃんとしているはずだわ。お兄様はご病気だったのよ。僕がそんな言葉を信じると思ってるのか。僕はちゃんと調べたんだ。夢かげろうのことをさ。夢かげろう。僕にはあなたのオーラが見えるんだ。分かってる。あなたのオーラに包まれて兄貴は喜んで死んでいったろう。だけどなんで兄貴を選んだんだ。どうして僕を選んでくれなかったんだ。あなたは知っていたはずだ。兄貴よりも僕の方がずっとあなたを愛していたことを。僕はあなたをここまで追ってきた。同じ大学を受験したのもあなたのそばにいたかったからだ。迷惑だわ。なあ、もうすぐなんだろう。2年前の兄貴の時もあなたはそんな風に光っていた。今度は僕を選んでくれ。あなたのためなら僕は命なんていらない。なんて言い草だ。歯がガタガタと浮かねえか。何すんのよ。やめてよ。離してよ。やめろ氷室。うすらみっともねえとは思わねえか。あんたか。ふん、そうか。あんたにもその女のオーラが見えたんだっけな。気をつけなよ。その女と関わりを持つ男はみんなどこかおかしくなっちまう。その時は負け犬じみた氷室の言葉なんかより、俺はちょっとしたナイトの気分に浸っていた。そしてこれがきっかけとなって綾部文雄と交際するようになったんだ。まるで棚ぼただな。あいつ氷室に感謝しなくっちゃ。たまんねえ。俺はもう一時も綾部文雄とは離れていられない気持ちになっていたが、彼女への恋情が募れば募るほど奇妙なわだかまりも坂を転げる雪だるまのように大きくなっていった。氷室が言っていた夢かげろうとは何だろう。いやいや、その前に彼はうどん毛の花とも言っていたっけ。うどん毛とは仏教でいう3000年に一度花が咲く想像上の植物のことだが、普通は草かげろうの卵のことを指す。草かげろうはいかにも頼りない虫である。しかしその性質は獰猛で肉食。草かげろう、夢かげろう。夢かげろう。ああ、思いつくのは周囲和歌集だな。夢よりも儚きものはかげろうの、ほのかに見てし影にぞありける。枕言葉のかげろうに託した恋の儚さを歌ったものだ。さすが秀才。で、作者は誰なんだ？身分の忠見。あ？そうだよ、身分。お前と同じ名前さ。だからなんとなくこの歌を覚えちまったんだ。そうか。氷室がとんでもない偶然だと言っていたのは、ひょっとして。その夜、俺は城大文学研究室の部員が帰った後も、一人残って調べ物を続けた。俺がこんなに身を入れて古典と向かい合うなんてことは珍しいことだったが、気になって仕方がなかったのだ。夢かげろうの文字が出てくるのは、倉田が教えてくれた周囲和歌集の他に、今昔物語に2つ、江戸時代の才覚物に1つ。まあそんなところが見つかったが、どうにも気色悪い。夢かげろうに関わり合った人物は、どいつもこいつもろくな死に方をしていないのだ。夢よりも儚きものはかげろう。ほのかに見てし影にぞありけ。君、ご熱心ね。こんなに遅くまで。そんなに気になるの？夢かげろうが。いいわ、教えてあげる。それはあたし。夢かげろうとはあたしのこと。
この世界にはまだまだあなたたちの知らないことがたくさんあるわ。夢かげろうもその一つ。手に触れない、目に見えないものだけど、昔からごく一部の知覚の鋭い人にだけ感じられたのね。そういう人たちが歌に読んだり説話にまとめたりしたのよ。もののけのような古代神の末のような夢かげろうが私の中に卵を産んだ。10年私の体の中で私の体を蝕み成長し続けた夢かげろうが今夜あの満月の光を浴びて羽化するの。成虫になった夢かげろうの命は1日、明日の夕方までしか生きられない。見える。君の体がオーラに包まれてる。うどん家の花よ、いよいよ夢かげろうが私の体の中にさなぎから帰ろうとしているの。宿り蜂の幼虫が内側から青虫を食べていくみたい。蝕まれるほど私は美しくなる。カマキリのこと知ってる？カマキリは交尾の最中にメスがオスを食べてしまう。そうしなければ卵を産めないのよ。夢かげろうも同じ。さなぎになるときとさなぎから帰るとき、男の性器を食べるのよ。じゃあ氷室の兄貴は。よせ、彼女は僕のもんだ。海野！俺は今、沙織という女に恋をしている。今まで女とうまく付き合えた試しがない俺は、今度もうまくいくわけがないと確信している。そのせいか、友達として沙織と会っているのがすごく辛いのである。俺は、年が明ける前に振られてしまえと、彼女にクリスマスプレゼントを贈ることにした。ぶつかってきたのはあんたじゃないか。おお、いい度胸だなてめえ。もう一度言ってみろよ。何をですか？今言ってろうが。ぶつかってきたのはあんただと？このクソガキは！島田さん、ちょっとすいません。いけませんね。喧嘩なんておやめなさいな。誰だおめえ。ほらほら、そんな顔するから喧嘩になるんです。喧嘩なんてつまらないことですよ。何？いけません。島田さん、大丈夫？どうしたのよ。どうしてこんなところに沙織が。どうもありがとうございました。ああ、助かりました。いや、これも何かのご縁でしょう。それでというわけではありませんが、ちょっと助けていただきたいことがあるのですが。
それで、助けてほしいというのは？はい。実は事故に遭いましてね。私は私の元いたところに帰れなくなってしまったんです。そうですね。燃料とでも言うんですかね。ペムがあれば私はそこへ帰ることができるのですが、ペムをなくしてしまったんです。それで私はこれからペムを見つけなければならないのですが、お二人にそれを手伝っていただけたらと思いましてね。ペムって？ええ、ペムです。ああ。で、どこにあるんですか？その、ペムというのは。手伝っていただけるのですね。まあ。よかった。それを聞いて安心しました。実はね、もう出発してしまったんです。出発？どういうことです？窓から外を見てもらえばわかります。窓？なんだこれは。ねえ？引き返すんだ！それがダメなんですよ。ペムがなければ引き返すことはできないんです。どこへ行くんだ？私などいない方がペムにはいいんですよ。それではペムをよろしく頼みますよ。おい、待て！ペムとは一体なんだ？ペムというのはルアブの結晶したものですよ。沙織。やめてください。いいじゃないか。どんなしし。何してよ。やめてよ。それを渡そうと思って、あの晩、私。沙織。私です。やっとペムを見つけましたよ。開けてください。やめるんだ、沙織！沙織！姿を現すがよい見かねる。この娘の命は我が手中にあるぞ。いでてこの娘の血肉を食らい、我と共に螺旋の果てまで輪廻の旅に出かけようぞ。やめろー！その女を放て！食らうんなら俺の肉を食らえ！どこだミカエル。ペムのない限り二度とあそこへは帰れぬぞ。さあ、このペムを産む娘を自ら食らい螺旋となり果てよ。沙織！沙織！島田さん！
沙織まさかよくやりましたね。あんたはミカエル。ルシフェルよ、ルアブに包まれたこの娘にはもう手は出せまい。この上は速やかに去り、お主はお主の螺旋を巡るがよい。おのれ、おのれ、おのれ。これがペムさん。まさにルアブの結晶というやつだな。これが欲しかったのか。ああ、これでようやく帰ることができる。あんたが帰るというのは一体どこのことなんだ。天国さ。やっと帰れたのか。あ？静かだ。稲から吹き降りてくる風の中に雪の匂いが混じっている。頭上でざわめく梢からは新緑の香り。今私は確かにくつろぎの中にいる。くつろぎ、こんないい言葉があるなんてもう何年も忘れていたな。やっぱり思い切ってきてよかった。
口に広がるまろやかな酸味、鼻をくすぐる芳醇な香り。コーヒーはやっぱりブルーマウンテンに限る。女房の入れたインスタントとはまるで違う。女房か。今頃どうしているのかな。私の思想を知ってうろたえているか、腹を立てているか。まああの性格だ。泣いてはいないだろう。仕方なかったんだ。自分で始めた小さな広告会社が倒産した。連日押しかけてくる債権者。社長たる私の責任を追及し、うちの前までやってきてハンドマイクでがなり立てる社員やフリーのデザイナーたち、ヒステリックにわめき散らす女房。私は疲れた。疲れたから逃げ出してきた。学生時代夢中になっていた山へ。何？こうした方が女房のためだったろうさ。私にかけられている生命保険、わずかばかりの土地。処分すれば債権者たちへの支払いを済ませても、なんとか一人で生活していけるだけの分は残るはずだ。そう。私は死ぬためにここへやってきた。ブルーマウンテンを最高の贅沢にして、学生時代親しんだ山で眠る。この不安は何だ。全てを諦めた私なのに、腹の底から突き上げてくるこの不安は何だ。いやあ、こんばんは。こんばんは。よろしいですかな、ここ。どうぞ。どうも。いや、まさかこんなところで人に会うとは思ってもいませんでしたよ。下界は春でも山はまだ寒いですな。この辺りはめったに登山者も足も踏み入れないところだと山小屋の主人から聞いていましたからな。いや、本当によかった。で、何日ぐらいになるんです？ 3日かな。3日？おー、3日ね。3日もここで何をしていたんですか？何って、ただブラブラと。いやー、結構ですな。わかりますよ。若い時には無茶もできる。体力に任せデタラメな登山をやるもんです。しかし年とともにそれができなくなる。テントや食料を背負っての縦走はハードすぎる。だからどこかで気に入ったところにテントを張って時間が許す限りじーっとしている。山の雰囲気、山の生気みたいなものが肉体全部に染み込むまで。違いますか？その通りですね。ああ、全くその通りだ。若い頃の私の登山は肉体を酷使することだけが目的だったような気がする。あれは何だったのか。あの爆発的なエネルギーはどこから来たものなのか。乱されることのない飢え、やり場のない怒り、不安、苛立ち、女への渇望、それらが凶暴な獣となって私の体内で荒れ狂っていた。山に向かって肉体を叩きつけ、なお叩きつけても静まることのなかった私の内なる銃声。あのけだものはもう私の肉体の中にはいない。消えた。どうしました？黙りこくっちまって。いえ、全くあなたの言う通りだと思いますよ。若い頃は体力に任せてどんな山でもやっつけられたんですがね。この年になるともういけない。できるだけ人の来ないこのような場所でゴロゴロしている方が楽なんです。やっぱりね。やりますか？いや、私は。そう。聞く。で、山というものは不思議ですね。そうですか。そうですよ。山にはこう不思議な作用があるでしょう。
私はそう感じるんですよ。あなたはその山に人格のようなものを感じることはありませんか？人格ですか？いや、そんなに具体的なものでなく、雰囲気みたいなもの。わかるでしょ？その雰囲気というのが山によってどれもこうみんな違うんですね。例えば南アルプスの北岳と北アルプスの槍ヶ岳とでは同じ季節の同じ晴れた日に登ったとしてもまるで違うでしょう。これはもう人間みたいにね。だから人格と表現したんです。あなたも山に登っているのなら好みの山っていうのがあるでしょう？ね、まあ誰にも山の好みはある。山ならどんな山だっていいっていう人もいるけど、そういう人にだってつい多く登る山とそうでない山とがあるものさ。相性ってやつかな。人間の顔や形が違うように山も違う。全く瓜二つの双子でも個性となると異なるように山それぞれが異なる個性を持っている。個性というのが不自然ならば先ほどのように雰囲気と言い換えたっていい。なぜでしょうね。いや、なんで山には今言ったような微妙な個性の差が出てくるんでしょうね。さあ、山の格好、高さ、岩質、そこに生えている植物、水、そういうものによると思いますか？違うんですか？もちろんそれもあるんです。しかしもっと根本的なところで違うんです。つまりね、山には山の個性を作っている個性の元とも言うべきものがある。はあ、なんだこの男は。何が言いたいんだ。山が持っている個性の元だって？バカバカしい。そんなことどうだっていいじゃないか。それにしてもまあ随分古いキスリングだ。年季が入りすぎて元の色がわからないほど剥げ落ちている。よく飲む。あっという間に半分がところなくなっている。なんとかしてくれ。私は私の最後の晩を静かに送りたいんだ。不思議ですね。山はね、どんな山でもどっか一箇所に聖域を持ってるんです。地球からの気が抜け出てくる聖域をね。あ、気っていうのはほら空気の気の字、気体の気の字、それですよ。目に見えないけど確かに存在するんです。これが宇宙の気と同質なんですね。想像ですがね、大昔に地球ができる時にこの大地はその宇宙の気をごちゃごちゃに取り込んじゃったんじゃないですか。それが少しずつ地球のあちこちから漏れ出しているんです。登山者が私はなんとなくこの山のこの場所と相性が合うと思うのは、つまりその気との相性なんですな。そこにいるとね、なんかこう気持ちがしっぷり落ち着いて山と一緒になったような気分になるんですよ。へへへへ信用してない目だね。見せてあげようか。私が3年前に捕まえた木をね。どうだい、これがそうだ。見ろ！何も入ってないと思ってんだろ。見てろ。音化が家庭三魔エイソワか。音化が家庭三魔エイソワか。さまえ見たか。今のが木だ。3年前のちょうど今頃の季節だ。赤石岳の北側のある谷の途中でな、俺はこいつを捕まえたのさ。こことよく似た場所だった。俺はこいつを捕まえるまでに7年かかった。7年だ。初めて捕まえた北岳のやつは亡くなってしまった。
次に捕まえた立山のやつもご同様だ。瓶に入れておいたのがいつの間にか消えてしまうのさ。奴らどんなにしっかりと蓋をしておいても無機質なもんだから通り抜けてしまう。俺は考えたよ。それこそ気がおかしくなるくらいにね。そしてとうとう気を閉じ込めておく方法を発見したのさ。それがこれだ。そうだ、瓶の内側に薄い膜のようなものが貼ってあるだろう。わかるか？そうかい、わかるかい。これはな、俺のケツの皮さ。そうさ、奴らは人間の皮膚だと通り抜けることができないんだ。それをやっと俺は発見したのさ。あれは人間の形をしていた。気ってやつはな、見る者の思う通りの姿に変わるのさ。女でも男でも金でも車でも花でも何にでもだ。気はね、周りの雰囲気に化けるのさ。幽霊なんてものもね、人の死に際の気持ちが乗り移っただけの気さ。俺はね、1年半をかけてこの場所を見つけたんだ。ここはね、この山の聖域なんだよ。ここから出てくる気がこの山の持っているこの山らしさの元になってんだ。俺はここへ気を捕まえに来たんだ。で、その木はこの辺りのどこにあるんです？ご覧になりますか？私が木を捕まえるのを。ええ、ぜひ。これはまだ空の瓶です。やっぱりね、さっきとは反対側の尻の皮が張ってあるんだ。そこはここがどうしました？さっき教えてあげたでしょ。木ってやつはよく化けるもんだってね。火にだって人間にだってね。だからね、逃げられないようにこっちも用心してかからなければならない。例えば酔っ払ったふりなんかしちゃってね。そういうことだったのか。思い出した。2年前、私はここで死んだのだった。俺は自分自身に嫌気がさしていた。学生時代からの親友伊沢と山室は2人とも今や中堅企業のサラリーマンで部長クラスだ。それにも増して趣味として絵を描き個展まで開いている。ところがどうだ、俺と来たらこれまで絵を描き続け、自分のやりたかった油絵も生活のため無理と諦め、雑誌などのイラストを描き続け、ずるずるとここまで来てしまったのだ。そんなことがつい酒の席で出てしまい、2人に絡んだのである。ねえ、お兄ちゃんよ。どこへ行ったんだ、伊沢と山室は。やはり
俺を避けたんだ。俺はこのまま誰かに抱き起こされ、気がつけば母親の腕の中にいて、自分はまだ子供で、今までのことが皆夢であったらと願っていた。あ？いらっしゃい。何をお探しですか？いや、ちょっと棚を眺めさせてもらえれば。これは？タコでございますな。いや、タコはわかる。何か意味のあるものなのですか？無論、この品物には意味はありますとも。しかし、これらは私などよりあなたの方がよく知っているはずなんですがね。まあ、ゆっくりとその品々を手に取って眺めてみることですが、あちらの棚にはまだまだいろいろと興味深いお品がございますから。これを、どうしてここにこんなものがあるんだ。思い出されましたか？これは皆、昔あなたが思いを込めてその手に触れ、そうしてなくしていったものばかりでございます。ここは、人が誰でも一度はやってくる店で、昔なくしたものをどれでも一品だけ、もう一度買い戻すことができるところなのでございますよ。昔、恋人だった恵子のことを思い出していた。そして、その頃の絵に対する情熱、大学を辞め恵子との暮らしの中で、雑多な仕事を転々としながらも、毎日毎日好きな油絵を描いていた。俺にとって一番充実した日々であったかもしれない、あの頃のことを思い浮かべていた。それになさいますか？どうなさいました？これ
今の俺は、できれば、もう一度この絵を描いた頃の自分に戻りたい。もう一度。ダメなのでございますよ。ここでお売りできるのは形のあるものだけ。形のないものはダメなのでございます。どうしても取り戻せないものはあるのでございます。であるからこそ、この世の機微と申しますか、おかしみもあるのでございますよ。弱りましたな。が、しかし、お見せすることはできるかもしれません。見せる？これです。これはあなたが当時を見るためのものでしてな。まあ見るというか体験することができるのです。がしかし変えたりすることはできませんがね。それでよろしいのでしたら。この手を開けばそこで夢は終わります。開かなければこの夢の終点、つまりあなたがこの円軌道に足を踏み入れ、そしてこれをまた握らされるまで続きます。もし夢が嫌になりましたら、いつでもこの左手を開いてみればよろしいのです。これは何だ？今は申し上げられません。開いてみればその時わかりますよ。それから今回は特別にお代の方はいただかなくて結構です。その代わりにそれを大切にしてくださいよ。ここは稽古。俺はこれからやがて起こることを知っていた。だが今の俺にはそれを避ける方法はなかった。唯一の方法は左手を開くことである。だがなぜか俺はそれをしなかった。それはコーヒーカップの砕ける音で始まった。またやったな。どうしたんだ？どうした？大丈夫？失敗しないで。恵子、お前妊娠したのか？なぜ黙ってたんだ？怖かったのよ。あなたがなんて言うか。下ろせ。下ろす？
分かってるはずだ。今の俺たちには子供を育てるなんてことできないだろう。それに結婚さえしてないじゃないか。結婚すればいいじゃない。ねえ、結婚しましょう。それが一番いいわ。結婚してサラリーマンをしながらでも絵は描けるし、この子だって。あの光景をもう一度見たくなかった。俺たちは激しく言葉を交わし合っていた。ねえ、産ませて。あなたと私の赤ちゃんじゃない。バカ！おい、探したぞ。なんでこんな反対の方へ来ちまったんだ？何見てんだ？なんだこれは一体。それを大切にしてくださいよ。